動画としてご紹介できなかった今日一日のバンタンニュースをお送りするバンタンプチプチニュースです。プチプチをコンパクトにまとめて一日の最後にお送りします。本日11月22日のプチプチニュースのラインアップはこちら。今年の冬もテテが主役、新曲ウィンターヘッドを発表。J−HOPE の知られざる過去、スマイルホヤ時代のエピソードに感動。ドリフトできません。ジンが語る MV 撮影裏側、3日目のリスパ内容。自民、陸軍船友愛基金1億ウォン寄付。J−HOPE、スイス高級時計、オーデマピゲイベントに出席。本日の BTS の晩ご飯。それでは、早速行ってみましょう。レッシュゴー。風ヌナ。今年の冬もテテが主役、新曲ウィンターヘッドを発表。冬の訪れとともに私たちに素敵な音楽の贈り物を届けてくれるテテ。今年もその言葉通りホワイトクリスマスに続き新たな冬の名曲が登場します。11月29日に発表されるウィンターヘッドはどんな冬の風景を私たちに見せてくれるのでしょうか。冬になったら V が来るというテテの発言。先日発表されたビング・クロスビーさんとのホワイトクリスマスのコラボ曲でテテは約束を守ってくれたと嬉しくなったのもつかの間、まさかここまで何度も私たちに会いに来てくれるとは思いませんでした。今回ホワイトクリスマスとは別に新曲ウィンターヘッドが11月29日に発表されることが決定しました。新曲ウィンターヘッドは歌手のパク・ヒョシンさんとのデュエット曲でスノーフラワー、クリスマスツリー、Wherever You Are などに続くテテの新しい冬ソングです。普段から親交の深いパク・ヒョシンさんとのコラボレーションで完成したこの曲はジャジーなテテの感性とパク・ヒョシンさんの切ないバラードの感性が相まってロマンチックで温かい冬のジャズポップの魅力を秘めているそうです。今年の冬はテテの音楽で心も体もポカポカになりそうですね。新曲ウィンターヘッドを聴きながら特別な冬を楽しみに待ちましょう。風ヌナ。J−HOPE の知られざる過去、スマイルホヤ時代のエピソードに感動。昨日、ホビさんの生まれ故郷であるクァンジュの地方紙、クァンジュ日報に、ホビさんを育てたと言っても過言ではないダンスクルー、ニューロンのインタビュー記事が掲載されていましたのでご紹介します。ニューロンは、クァンジュ出身のキム・ドンウ代表を筆頭に結成されたローカルヒップホップクルーです。クルーのメンバーは、ダンスが得意な近所のお兄さんたちが自然と集まり、誕生したそうです。現在メンバーたちはすでに40代。それでも変わらずグループを発展させ、ダンスアカデミーを運営しています。キム代表は、ホビさんと出会った頃をこのように振り返りました。ホソクに初めて会った時は、講師と生徒の関係でした。ダンスをやめるべきかどうか悩んでいた時期に、その輝かしい才能がもったいないと思い、一緒にやることを勧めたんです、と。その後、ホビさんはニューロンに加入するために過酷なプロセスを経験しました。3ヶ月間、夜10時から早朝4時まで続く夜間練習は一種の使用期間でしたが、クルーのメンバーは、細くはダンスへの憧れだけで、この過程をよく耐えたと思う、と回想しています。また、ニューロンのクルーであるデイク2さんも、こう振り返ります。末っ子だった細くと一緒に MT に行った記憶を思い出します。当時、兄たちがジュニアクルーにいたずらをたくさんしましたが、細くは若くて気さくだったのでよく馴染んでいました、と。いつもよく笑い、ポジティブだったことから、ニューロン活動当時のホビさんの芸名は、スマイルホヤだったそうです。
ちなみに2013年の BTS デビュー当時もホヤという活動名を考えていたそうですが、最終的には J-HOPE を選びました。最後にキム代表はこのように語りました。細くが自分の道で大きな成功を収めたにもかかわらず、初心を失わず、ダンスと感受の思い出を忘れずに生きている姿は、スターを夢見るすべての人のモチベーションになると思います。最初にチームを結成した2000年代初頭には、感受にダンスはもちろん、ダンス文化自体が活性化されていませんでした。今では細くのように地域で世界的に成功した事例が生まれたので、多くのダンサーに希望を持ってほしいです。いつか今いる学生の中から第2の J-HOPE が誕生してほしいですと。なお、ニューロンは毎年恒例のダンスイベントザ・ダンサーを12月30日に関樹にある記念文化センターで開催する予定です。地域に根付くニューロンの活動がホビさんの成功とともにさらに注目されるのは素晴らしいことですね。世界的なスターとして輝くホビさんが地元の思い出や初心を大切にしている姿勢は私たちにも多くの感動を与えてくれます。12月のイベントザ・ダンサーでは新たな才能が感受から羽ばたく瞬間が見られるかもしれません。これからもニューロンとホビさんの歩みに注目したいですね。風ヌナ。自民、陸軍戦友愛基金1億ウォン寄付。自民ちゃんが心温まるニュースで再び注目を集めています。現在、軍服務中の彼ですが、その合間を縫って国家のために尽力した兵士たちやその家族を支援する素晴らしい行動をとったことが明らかになりました。アーミーとして誇らしく感じるこのニュースの詳細をご紹介します。チュンチョンナムド社会福祉共同募金会は、自民ちゃんが10月1日、陸軍と協力して実施している異国献身戦友愛基金に1億ウォンを寄付し、名誉協会会員に加入したと発表しました。現在、軍服務中の自民ちゃんは、昨年の入隊後、この基金の趣旨に共感。国家のために献身し、犠牲となった兵士たち、そしてその家族のために何か力になりたいと考え、父親を通じて静かに寄付の意思を伝えたとのことです。具体的には、自民ちゃんの父親が昨年9月に募金会へ直接連絡し、国のために頑張っている将兵たちを支援したいとの言葉とともに、1億ウォンを寄付。募金会はこの寄付が基金の目的に深く沿うものとして受け取られ、感謝の意を表しています。なお、この寄付金は国家のために献身した陸軍将兵及びその家族を対象に、生計費、医療費、奨学金の支援などに活用される予定です。自民ちゃんの優しさと行動力は軍服務中であっても変わることなく輝いています。彼が寄付を通じて届けた思いが困難を抱える多くの方々にとって力強い支えとなるでしょう。このニュースに触れたアーミーとして私たちも自民ちゃんのように誰かのためにできることを考えたいですね。風ヌナ。ドリフトできません。ジンが語る MV 撮影裏側3日目のリスパ内容。3日間連続でステーションヘッドのリスニングパーティーに登場したジンさん、今回もファンにとって特別な時間をプレゼントしてくれました。音楽の裏話から日常の TMI まで、ジンさんらしい楽しいトークが盛りだくさん。さらに、ランニングワイルドの運転シーンの裏話も明かされ、話題が尽きません。今回はそんなジンさんの最新エピソードをたっぷりご紹介します。皆さん楽しんでいますか？今日も楽しんでいただけているようですね。インストゥルメンタルバージョンも発表されたので、この音源に合わせて歌ってみるのも良いですよね。
僕もインストゥルメンタルバージョンを流して、それに合わせてよく歌うよ。とっても楽しいよ。みんな、聞いて。ニューヨークでの仕事がすべて終わりました。みんな、即陣に拍手を。いや、よくやった、よく頑張った。そして今日の TMI ね。顔にニキビができたんだ。これって僕にとってとても珍しいことで、6年ぶり、7年ぶりにニキビができたんだよ。きっと忙しすぎて疲れのせいかもね。韓国に戻ったら顔をしっかり洗ってニキビのない即陣に戻るよ。帰国したらファンサイン会があって、他にもいくつか仕事があって、そして日本に行きます。いろんなことで忙しい日々ですが、一生懸命に頑張ります。健康をキープするために、僕は2つのことだけをしっかり守っているんだ。ビタミンはしっかりとっているけど、運動も続けています。ランニングとスクワットは必ずやっていますね。そこまでたくさんではないですが、1日に10回から20回のスクワット、そして20分間のランニングは必ずします。皆さん、健康って大事ですからね。皆さんもくれぐれも健康体でいてくださいね。今日は皆さん何を食べましたか？僕ももうすぐしたら晩ご飯に行くんだけど、まだ何を食べに行こうか考え中。韓国ではこんな言葉があるんだよ。すべては食べるためっていうね。文字通りの意味ではないけど、食べることは人生において最も重要なことの一つであることを強調しているんだよね。だからみんなもしっかり食べてお腹いっぱいになってくださいね。僕も晩ご飯に美味しいものを食べに行くからさ。何を食べに行こうかな？何かおすすめあるかな？僕と同じご飯をアーミーも食べたら良いよね。そしたらもっと楽しいし意味のあるものになるよね。今、ジャジャ麺とラーメンで迷っています。アメリカでもたくさんのファンが応援してくれた。たくさんの方が直接応援してくれて本当に感謝しています。できるだけ多くの国に行ってアーミーに挨拶したいと心から思っています。アメリカで力をつけたので、近いうちに日本や他の国にも行くつもりです。皆さんに力を与えたいし、皆さんからエネルギーも受け取りたい。チャンスがあれば、そのために頑張ります。すぐにすべての国を訪れることはできないけど、行けるところはすべて行くのが目標なんです。ただ、すべての国を訪問するには1年以上かかるかもしれないので、帰国後にメンバーと話し合って、ベストな方法を考えたいと思います。誰一人取りこぼすことなく、すべての国を訪問できるようベストを尽くすつもりですよ。そうそう、コメント欄で、車のドリフトの話になってるね。ランニングワイルドの MV でのドリフトのシーンだけど、僕はドリフトしていません。あの場面はスタントマンにお願いしました。僕がやったのは急ハンドルを切るシーンだよ。僕が過去に話したことがきっかけで誤解を招いてしまったよね。ドリフトはできません。あの車はとても高級なものでしたし、車を故障させてしまったら大変じゃないですか。ただ、急ハンドルを切るシーンはいくつかありましたよね。あのシーンだけで1時間、2時間はかかりました。一生懸命運転シーンを撮影しました。でもドリフトはできません。さて、即陣はまだランチも食べていないので、そろそろ晩ご飯を食べに行こうかな。お腹が空いてきちゃった。皆さんも晩ご飯の時間かな？しっかり美味しいご飯を食べるんだよ。今日もありがとう。僕の曲で皆さんがハッピーになってくれることを願っています。愛しています。ありがとう。バイバイ。なんとジンさん。運転シーンはスタントなしと以前
話していましたが、やっぱりスタントマンがいたんですね。ある意味、ちょっとほっとしましたが、それでも急ハンドルを切るシーンは、ジンさん本人だったんですね。ジンさんの心温まるトークと笑いを誘う裏話に、世界中のアーミーたちも大興奮。運転シーンの真相やジンさんの健康へのこだわりなど、どれもジンさんの真摯な姿勢とユーモアが感じられる内容でした。これからも各国でファンと素敵な思い出を作りながら、ジンさんらしいペースで活動してほしいですね。ふうぬな。J-HOPE スイス高級時計オーデマピゲイベントに出席。本日、スイス高級時計オーデマピゲのイベントに出席するために、ホビさんが一瞬だけ報道陣の前に姿を現しました。本当に一瞬でしたが、全身ブラックの装いのホビさん。普段からオーデマピゲを愛用しているホビさんですが、もしかしたらオーデマピゲのアンバサダーの話が。ふうぬな。本日の BTS の晩ご飯。それでは本日も BTS の晩ご飯を見ていきましょう。まずは同じメニューのナムさんとテテから。2人の晩ご飯は白いご飯へのき卵スープ、味付けカルビ、ニラ玉ねぎの浅漬け、大根わかなキムチ、シャインマスカットジュースで合計672キロカロリーでした。続いて第5師団のジミンちゃん、グクの晩ご飯は白いご飯、牛肉大根スープ、パイナップルハンバーグステーキ、マカロニサラダ、白菜キムチ、牛乳で合計783キロカロリーでした。そしてシュガさん、今週1週間お疲れ様でした。ホビさんが帰国し、もうすぐしたらジンさんも帰国します。BTS の7人が一緒に韓国にいると思うと、なぜだか安心しちゃいますよね。以上が11月22日のプチプチニュースでした。12月15日は12時間忘年会生配信番組フスタ2024が開催されます。ジンさんのソロ曲「ハート・オン・ザ・ウィンドウ」の作詞作曲を手掛けたショレルさんとの独占インタビュー、今年1年の BTS を振り返りつつ、皆様との電話コーナーなど内容が盛りだくさんです。その他にも、明石家サンタならぬふうぬなサンタ、新婚さんいらっしゃいならぬ新規さんいらっしゃいといったコーナーなども用意しております。詳しくは概要欄をチェックしてください。また、皆様からのお便りをご紹介させていただきます。今回のお題は、どんな BTS の1年でしたか？です。皆様の BTS な1年を200文字以内でお送りください。送り先は、ふうぬなの X の DM です。お題の締め切りは12月14日土曜日のお昼12時までです。最後までご視聴いただきありがとうございます。ふうぬなチャンネルでは BTS の情報を毎日発信しています。よろしければグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。